本日は前回の動画、東京の毛糸屋さん1日で何店舗回れるという企画の時に購入した毛糸をご紹介します。毛糸を買う時間も含めた計画にしたかったので、ほとんど全ての店舗で少しずつですが毛糸を買いました。クレジットカードも使えたので非常にありがたかったです。それでは動画スタートということで、まず1店舗目の湯沢屋蒲田店ですね。湯沢屋蒲田店では、前回行った時もワンダーコットンの別の色を買ったんですけど、またワンダーコットン、このサーモンピンクっぽいオレンジっぽい色のワンダーコットンを買ってきました。こんな感じですね。色番は24番です。こういう感じ。真ん中の方はちょっと白色っぽい、ちょっとクリーム色っぽい白なのかな。でも割とホワイトって感じのホワイトですね。で、外側の方に行くにつれてなんかサーモンみたいな、焼いた鮭みたいな色になっていくっていう糸です。かわいいですね。で、これその前に買ったワンダーコットンで今ちょっとあるものを作ってるんですけど、やっぱそれを編んでる時にやっぱ結構編みやすいなみたいな、なんか滑りもいいというか、結構サクサク編めるし、あと糸替えをそんなにしなくていいっていうところがやっぱ大玉なんで、糸を変えなくていいところがすごいいいなって思ったので、またワンダーコットン買っちゃいました。すごく可愛いです。で、続いてネイチャーロール、ちょっとリュックの中に入れてたからちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけど若干ややつぶれになってるんですけど、ネイチャーロールも買いました。これもね、結構大きい糸ですよね。 100g、 糸の長さは220メートル、結構大きめのコットンじゃないのか、この綿と竹と麻が入った糸ですね。これも色本当は白買おうと思って言ってたんですけど、今回は悩む時間がないだろうなって思ったので、事前にある程度何を買いたいかを考えてから行ってました。で、白を買おうかなって思ってたんですけど、実際やっぱ店頭で見たらこの色、このなんかちょっとミントアイスっぽい色がすごい可愛くて、って悩んだ末に、でも悩むって言ってもやっぱ20分以内に湯沢屋さんを出なきゃいけなかったのでそれもおかしな話なんですけど、20分以内に決めてね、出なきゃいけなかったんで、いやもうこんなに可愛いんだったら一旦ここはこれを買おうってなって、これを買っちゃいました。後悔はしてません。もしね、また湯沢屋さん行きたいってなったら、私また近所の湯沢屋さん行けば多分売ってるなとも思ったんで、もう好きな色買おうと思ってネイチャーロールの好きな色を買っちゃいましたっていう感じです。湯沢屋さんは以上です。はい、続いてパピーさん、下北沢のパピーさん、パピー下北沢店で買った毛糸がこちらになります。アゲートですね。こちらのカラフルなアゲート、ちょっとでも落ち着いた色味に私は感じるんですけど、この可愛いアゲートを買ってきました。色番が301かな。コットン 100% の糸です。 50g ですね。これもアゲートを買うってことは決めていってたんですけど、色もある程度決めていってたんですよ。これを買おうみたいな。で、いざ店舗行って色見たら、そのもともと買おうと思ってた色もすごい可愛かったんですけど、こっちのこの今私が買ってきたアゲートがすごい可愛く思えてきて、もう両方買えばよかったんですよ。でも今残ってる後悔はそれだけ。両方買えばよかったんだけど、絶対に。だけどその時は、いやでも今日まだ毛糸屋さんめっちゃ回るしみたいな思いがあって、結局これだけ買ってきたんですけど、やっぱ今思うともう一個悩んでた方のアゲートも買えばよかったって思ってしまっているところが本当に怖い。
毛糸って沼ですね。もう毛糸を集めること自体が好きになっちゃってるから、なんか何を編むかも考えて編もうみたいな方針だったんですけどね。なんか最近はもう毛糸を集めること自体が楽しくなっちゃってて、ちょっとあんまどうだろうな、悪くはないだろうけど良くもないよねって思ってます。可愛いですね。はい。でパピーさんはこういう袋も買った時につけてくれたのですごいありがたかったです。はい、続いては吉祥寺に移動しましたよね。で買ったのがこのアブリルさんのミニコーンですね。ペラコーンにしようかなとも思ったんですけど、400円ちょいなんですよね、ペラコーンが。でこのミニコーンが600円ぐらい、660円ぐらいかなだったんですけど、迷った末に、いやもう可愛い糸はあった方がいいでしょみたいな感じになっちゃって、ミニコーンの方をね結局買って、それだったらねもっとグラム数ドーンと変えようって話なんですけど、ちょっとミニコーンにしとこうってなってミニコーンを買ってきました。こんな感じでね、ラッピングも可愛いですよね。この糸で結んでくれました。可愛らしい。この白とゴールドの組み合わせでなんか引き揃えでちょっと使いたいなっていうイメージが湧いたので、これをねちょっと買っちゃいました。あまりにも可愛い。見てください、この可愛すぎる糸。近づけちゃう。可愛い。これもね袋に入れてくれたのですごいありがたかったです。はい、ということで続いては豚のしっぽさんです。豚のしっぽさんではまたキラキラ系なんですけど、このキラリナっていう糸を買いました。これもねあらかじめ狙ってた糸なんですけど、予定というか事前に狙っていたのはこれの白とゴールドみたいな色のキラリナがあるっていうのを別の方の動画で見つけて、で可愛いなって思って狙ってたんですけど、お話を聞いたところその糸はもう売り切れてしまったらしくて、でこのキラリナっていう糸、この黒い方も現品限りって言ってた気がする。ある現品限りっていうかもうなくなっちゃう予定って言ってたと思います。別のキラキラの糸を仕入れるって言ってた気がするので、もしこのキラリナ、これね、この可愛すぎるこのものが欲しいっていう場合は早めに豚のしっぽさんに行かれることをおすすめします。可愛いですね。これもこのぐらいの太さだし、結構ねこう編みやすそうだなとも思った。こう引き揃えやすそうみたいな引き揃えやすそうってなんやって感じなんですけど、結構可愛い。こんな感じでキラキラしてるのが見えますね。で豚のしっぽさんはこの前行った時もこのちっちゃい小巻きをつけてくれたんですけど、これもお店にある糸で、確かね細コードみたいな名前の糸だったと思うんですけど、それもつけてくれたので、これも何かにねラッピングとかにも使えると思うし、使っていきたいなって思ってます。かわいい。で袋もね紙の袋をつけてくれます、豚のしっぽさんは。はい、続きまして新宿の岡田屋さんですね。本当に岡田屋さんは20分じゃ絶対足りないなって思ってはいたけど、本当に足りなくて、途中もう店内で私笑っちゃってたんですけど、それでもね買い物してきました。ヤン A さんのメタリックプレイコードですね。この可愛すぎる韓国っぽい色ですかね。メイドインコリアとなっております。可愛い。これもねこのなんか若干オーロラっぽい光り方をするというか、カラフルな白なんだけど結構いろんな色に、青っぽくも光るし、紫っぽいピンクっぽい感じにも
光るし、グリーンっぽい感じ、青っぽい感じにも光るし、すごい可愛いですよね、この光り方が。ということで買っちゃいました。これもねすごい可愛くて、何を編もうかなって感じではあるんですけど、すごい楽しみにしてます。可愛いオーロラ、色番が102オーロラですね。可愛いです。本当はパーセントかアメリーでタイムレスの面カラーチューリップみたいなのを編もうかなって思ってて、それの色とかも見てたんですけど、何色がいいかなみたいな、何色がいいかなっていうかその面カラーは決まってるんですけど、その水色にもいろんな水色があるし、ピンクにもいろんなピンクがあると思って、いろんなどの色がいいだろうっていうのを見てたんですけど、もうね全然そんなことを考える余裕というか見る余裕はなく、もともと狙ってたこのメタリックプレイコードだけ買って帰ってきちゃいました。でも先週の動画でも多分お話ししたと思うんですけど、お店の外に結構並んでるように見えるし、実際並んでるんですけど、履けるのもめっちゃ早いというか、エレベーター意外と人乗れるんで、列がお店の前を折り返して通路の方まで伸びてるとは思うんですけど、多分でもエレベーター乗るまでに5分とかかんなかったんで、臆せず並んでほしいです。で天国のような売り場に行ってほしいなってやっぱり思いますね。でレジも結構並んでるように見えるけど、やっぱレジ打ちも早いような気がする。結構レジもはけるのが早いんで、私はもうその岡田屋さんの下についてから出ていくまでで20分しかなかったんですけど、それでもお買い物ギリできたんで、臆せずね行ってほしいです、私は。そんなわけでこのめちゃんこかわいいメタリックコードでした。はい、続いては渋谷の深センにありました編み物スピンさんでの購入品です。これはですね、パフェだと思うんですけど、読み方パルフェなのかな。でも英語読みだと多分パフェになると思います。あまりにも可愛くないですか本当に可愛い。もう私の糸の好みが若干はバレてきてるような気もするんですけど、なんか最初ね、もともとオンラインストアとかで商品を下調べしてた時に狙ってたのはこの色、このちょっと鮮やかめのレインボーっぽいこの色を狙ってたんですけど、やっぱ店頭に行ったらこの淡い感じのパステルな感じのこの糸もですね、めちゃくちゃ可愛いってなってしまって、めっちゃ悩んだ結果、いやもう両方買った方が悔いなく一日を終えられるんじゃないかっていう気持ちになって、結局2個買っちゃったっていう感じですね。これも全然悔いはないのでよかったなって思ってるんですけど、可愛すぎる。あまりにも可愛くないですかこれ。これもねすごく編むのが楽しみです。続きましてはアミリスさんのウォールナット東京に行ってきました。でこれはパレードハンドダイドってやってるのかな。星座シリーズです。こちらよいしょ。すごい手触りが良すぎ、魚座の夢の中という糸を買ってきました。この色見てください。あまりにも可愛いので、これすごい可愛くて、私が魚座だから今回は魚座を買ったんですけど、母が水亀座で、その水亀座の糸もめちゃめちゃ可愛かったんですよ。でほんとよっぽど両方買おうかって迷ったんですけど、結局いや一回冷静になろうって思って、とりあえず魚座だけ握りしめてレジ行って魚座買って、
で最後まで出るまですごい悩んだんですけど、結局いやまた来ればいいからと思ってまた来ればいいからと思って結局魚座だけ買ったんですけど、いやーすごい可愛い、ほんと可愛くて、この色の移り変わり、このカセの状態で買ってきたので、ちょっと後で玉巻き夫にカセクリ機になってもらって、で玉巻きの作業はちょっと初めて挑戦する感じになるんですけど、せっかく玉巻き機も買ったのでね、活用していきたいと思っておりますが、編むのがめっちゃ楽しみ。この肌触りもね、肌触りというか指触りもうすごい良くて、これが 100g あるんですけど、すごい可愛いし最高なので、これは本当なんか想像以上に良かった。実物見たら可愛さがっていう感じでした。すごい大お気に入りです。続いてはニッティングバードさんでも糸を買ったので、その紹介をしてきますって言ってもちょっと尋常じゃない量って言ったらちょっと語弊あるか、結構買いましたねっていう感じだと思うんですけど、今アタカモフェアをやってて、アタカモフェアをやるってことは前々から知ってはいたんですけど、どれかね一色買うつもりでどの色にしようかなって思って行ったんですけど、まだ全色アソートが残ってて、で店員さんに聞いたんです。この全色アソートっていうのはこれから通年でお取り扱いになるのか今期間限定でのお取り扱いなのかどっちなんだっていうのをお聞きしたところ、期間限定ですっていう風におっしゃってたので、そうか、期間限定かと思って、ほなね、全色アソートセットほな買うかみたいな気持ちになってしまって、めっちゃ店内で頭抱えてましたけど、私頭抱えましたけど、逆にこの機会を逃したらあたかもを全色揃えようってはならない気がしたので、家にこのぐらいあたかもがあっても賑やかでいいよねみたいな気持ちになって買っちゃったっていう。あまりにも可愛いですよね。可愛いです、すごく。なんかいろいろ使い道はありそうな気がする。可愛い。店員さんもすごい親切で、私が東京のケーキ屋さん巡り1日でどのぐらい回れるんだっていう企画をやろうと思っているって話を、2週間前じゃないな、2,3 週間か前にも一回渋谷行った時にお話ししたんですよ。でその時にもの話を覚えてくださってて、店内入ったら結構早かったですねみたいな感じで出迎えてくださったんで、すごいほっこりして、足はすごい疲れてたんですけどすごい元気が出ましたっていう感じです。すごい可愛いので満足です。続いてイトリコさんでの購入品紹介です。まず購入したのがオリジナルソックヤーンのコットンミックス、こちらの色を買いました。この春らしい色合い、若草色というかうぐいす色の方が近いかなの、この可愛いちょっとグリーンっぽい糸が入ったミックス糸、コットンミックスになっております。非常に可愛くてですね、ブラックミックスともすごい迷ったんですけど、お伺いした昨日がすごく暖かかったんで、やっぱなんか春色っぽいのがいいなみたいな気持ちになりまして、この春っぽいね糸を買ってしまいました。すごく可愛いです。こういう感じで編めるようになってます。非常に可愛くて 100g あるのでね、結構たっぷり楽しめるんじゃないかなと思ってます。はい、それとあとレシピもね買っちゃいました。ミモザという
シュシュのレシピですね。友達のプレゼント用とかにシュシュとか結構いいかなと思って、私自身は髪の毛短いのでシュシュはあんまり使わないんですけれども、結ぶ髪がないんでね。だけど友達とかに渡すのにこういうレシピがあるといいなって思ったので買っちゃいました。非常にいいですね。気分屋日誌さんという方のデザインです。これ550円でね、手に取りやすいお値段でございました。続いてアルカキット錦糸町に移動しまして、ダイソーさんとクラフトハート東海さんに行ったんですけど、ダイソーさんの方でね糸を買ったのでその紹介をしたいと思います。このマクラメヤーンのマスタードと、あとブライトベージュをね買いました。ただそのアルカキット錦糸町さんって都内でもかなり最大級の売り場面積を誇るっていうことで、毛糸もめちゃくちゃもしかしたらたくさん展開されているんじゃないかなって思って行ったんですが、ほどほどでした。地元の最寄りのダイソーよりはもちろん全然あるんですけど、ダイソーだったら前回というかこの間行ったダイソー銀座店の方が多かったような気がしましたね、私は。で店内自体はすごい広いのでたくさん楽しめるとは思うんですけど、ただこのマクラメヤーンが結構ねカラバリがたまたま揃ってるタイミングだったので、この前々から気になってたマスタードっていう色と、あと現場で見て可愛いなって思ったこのブライトベージュを買いました。これもね結構マクラメヤーンはすごい人気の糸みたいで、かなりスレッズとかでも求めていろんなダイソーさんをはしごしてる方をちょこちょこ見かけるんですけど、なんか私がこんな感じで買っちゃっていいのかしらって思いながらも、でも欲しかったんで買っちゃいましたっていう感じです。可愛いですね。マクラメヤーンのこのマスタードの方がダイソーさんなんでジャンコードとかをお話しするんですけど、374番のマスタードですね。でジャンコードが4550-4806-52177、商品名がケイトマクラメヤーン細マスタードで、このベージュの方ですね、ブライトベージュの方が色番が373番のブライトベージュで、ジャンコードが4550-4806-52160、商品名がケイトマクラメヤーン細ブライトベージュですね。もし商品検索、在庫検索とかされる際はこちらのジャンコードと商品名をご利用になってください。ということでダイソーさんでの購入品でした。ラストの購入品です。品川駅でねお土産何がいいかなと思って物色してきて買いました。いちごチーズケーキと、あとこれはねパイ、スティックパイみたいなことだと思うんですけど、パイですね。コネリさんの4種のアソートスプリングということでパイをね買ってきました。このベリールビーカットさんも大人気っぽくて、狙ってたいちごサンドみたいなやつは買えなかったんですよね。朝の段階で買えば買えたと思うんですけどね、ちょっと一瞬思ったんですけど、でも夜に買いたいっていう人が多いんじゃないかなって思って、夜のタイミングで売ってるかどうかっていうのも一つポイントなんじゃないかって思って買わなかったんですが、やっぱなくなってるの見ると食べたかったって思いがすごい増してきちゃって、やっぱ朝あの時買えばよかったって思うので、もしねいちごミルクサンドかな、ちょっと商品名忘れちゃったんですけど、いちごサンドが買いたい方は朝の段階で品川駅で買っておくことをおすすめします。一応ね8時からと5時からのタイミングで売り出すタイミングがあるっぽかったです。で結局買ったのがねいちごチーズケーキです。いちごでお日持ちがですね、今日が
昨日回ったのが3月の22日にトライをしたんですけど、賞味期限は4月25日なので約1ヶ月ぐらいありますね。なので結構余裕があるかなという印象です。ちょっと開けてみましょうか。パカリコ。はい。あ、こういう感じなんだね。ベリールビーカット。いちごスイーツ。これ。このいちごミルクサンドめっちゃ美味しそうじゃないですか。これがね、買いたくて狙ってたんですけど、こちらは売り切れということでした。もう全然余裕で売り切れだった。で、このいちごクリームパイと、いちごチーズケーキは残ってた。いちごバターサンドもなかったかな。でもこちらは要冷蔵なんでね、結構地方の方なんかは買うの難易度高いかなと思いますけれども、すごいね、可愛かったです。こちらはいちごスイーツ、こんな感じで個包装になってるのもいいですね。いい感じです。これはね、ちょっと美味しくいただきたいと思います後でね。はい。で、続いてがこのコネリさんのパイですね。これはなんかこのいちごチーズケーキ以外にも美味しいお土産ないかなと思って歩いてましたら、このコネリさんのねお姉さんに話しかけられて、ご試食いかがですかって言われてご試食をいただいたんですよ。でそしたらそれがめちゃめちゃ美味しくて、美味しいってなってこれ何味ですかってなって、いただいたのは、その時試食でいただいたのはね、このベネズエラ産カカオと、あとこれなんて読むんだ、五天山桜味とカカオ味がすごい美味しくて、で特にカカオがめっちゃ美味しかったので欲しいってなって買おうと思ったら、この4種アソートパックっていうのがあったので買っちゃいました。でちょっとこちらもちょっと開けてみましょうか。はい、こんな感じでツイストして開けることができました。パカリコ。こういう感じなんですね。こう結構長めかも。ミルク仕立て。これは桜かな。これがカカオですね。でこちらが抹茶です。こんな感じでアソートで入ってて、でこれね、賞味期限がすごい長いって言われたんだよね。賞味期限がこちら、今日が3月23日、買ったのが3月の22日なんですけど、賞味期限が7月の23日まで持つんですよ。なのでだいぶ長く楽しめるね一応、ペロッと食べちゃうと思うんだけど、やっぱりお土産で私結構日持ち重視する方なので、これだけの日持ちがあるとかなり安心できるなって思いました。これはね、大変ありがたいお土産で、私もこれから割と品川でお土産買う機会あったらもうこれ買おうって思うぐらい、このコネリさんっていうのはめっちゃ気に入りましたね。これは試食もらって大正解でした。はい、ということでこれが画角に入るかすごい心配だったんですが、本日の購入品たちになります。まあまあ買いましたねまあまあ買いました。単品買いが多かったので爆裂買ったとは思ってない思ってないですけど、でも結構まあまあ買いましたね。爆買いでした。ということで今日は東京ケイト屋さん1日で何店舗回れるという動画で、ケイト屋さんをたくさん訪問した日に買ってきた購入品を紹介させていただきました。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もうこれだけ結構新しいケイト買ったらもうしばらくいいんじゃないって思う方もいらっしゃるかどうかわからないですけれども4月にねちょっと大阪方面に行く用事がありまして、そちらでもちょっとねまたケイトをね買いたいなーって、せっかく大阪に行くから大阪のケイト屋さん行ってみたいなーっていう思いがあるので、
もしね大阪、京都までも行けるかな、大阪京都あたりでおすすめの毛糸屋さんある方いたらコメント欄で教えていただけたらすごく参考になりますので、教えていただけたらとても嬉しいです。ということでね、買った毛糸はしっかり編んで、買ったお土産はしっかり食べていきたいと思います。それでは内海あさでした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。チャンネル登録してもらえるともっと編み物の動画を届けられるので、ぜひよろしくお願いします。みんなのおすすめの毛糸屋さんや気になる毛糸トピックスも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。